こんばんは、はるけです。今回は現環境おすすめのサイドバック起用ランキングを紹介していきたいなと思います。今の環境でですね、もともとサイドバックではないんですけれども、サイドバック起用すると強い選手たちを紹介していきたいなというふうに思います。で、今回ですね、ベスト5形式で、選手たちを紹介していければなというふうに思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。まずはですね、第5位です。第5位は TOTS モーメントのゴレツカです。ゴレツカ。ゴレツカはですね、値段もね、少し安くなって、当時多分、一番高かったよりかはね、3分の1とか、ぐらいになってるかなというふうに思いますね。基本的にはちょっと100万近くしてた選手の中で、今では38万というふうなことでですね、普通に中盤で使ってももちろん強いんですけれども、サイドバックとしてペースもありますし、ほんとこうバランス型の中盤なので、守備もしっかりしていてという風な感じですね。で、あとは逆足5になったっていうのも個人的には大きくて、左サイドバック起用っていうのも全然できるかなという風に思います。この人はね、サイドバック両サイド、全然できるような選手にはなりますね。あとはやっぱり対人、フィジカルが強いんで、そこのこう守備の選手としての力強さっていう、ものもあるので、個人的には5位かなというふうなところですね。で、そして第4位。第4位はシェイプシフターズアイコンのセードルフですね。セードルフ。セードルフに関してもですね、フィジカルが強く、さらにスピードもある程度あるという風な選手ですね。ゴレツカよりかはシュート精度っていうのはそこまで、ないんですけれども、この選手も逆足が5という風な、部分で両サイドバックいける選手になりますね。で、やっぱり身長面がそこまでないというか、176センチ。なんで、動かしやすさっていうのはある程度あります。敏捷性がね、少し低いんですけど、サイドバックとして、持つという風な部分においては全然持てるような、選手にはなります。で、またパスが抜群にやっぱり上手いですね。先ほど話した通り、逆足5っていうのプラス、元々のね、パス精度っていうのが本当に高いので、そういう風なところも、サイドバックからのパスっていう風なずれない。っていう風な、つなげるっていう風な部分もいいところかなという風に思いますね。身長がね、先ほど言ったより少し低いんで、空中戦がどうかというようなところなんですけど、ジャンプがね、86とか7とか多分、そんぐらいあったんで、頑張ってはくれると、いう風に思います。ですけど、やっぱり今の、なんですかね、もともと本職キーパーだったんですけど、ST になってるチェフだったりとか、あとはノイヤーだったりとか、あとはミリンコビサビッチだとか、そういう風な選手たちと競ってしまうと、さすがにちょっと元々の身長差がね、20センチぐらいあるんで、厳しいとこはあるかなという風なところですね。で、そして第3位です。第3位は TOTS のバルベルデですね。バルベルデ。バルベルデに関しても引き続きおすすめの、選手にはなっていてですね、基本的にやっぱり速さっていう風な部分がこの選手にはあります。中盤として見てもですね、非常にペース93、4っていうのは非常に速いですし、やっぱりその中で、他の能力もしっかり伴っている。スピードだけではないっていう風な部分がこの人の良さ、でもありますね。逆足5ではね、なかったりするんですけど、最低限4持ってたりとか、またパス能力もあるので、そこまでパスがずれるっていうことは、ないです。で、ドリブルもね、ある程度持ちやすさがありながら、速さもあるので、ぐんぐん運んでいける、力を持ってますね。なんで、攻撃的なサイドバックとしても、使えなくはないかなと、いう風なところですね。それこそ4位、5位の、ゴレツカ、セイドルフよりかは、力強さみたいなのは、フィジカルでね、ないかもしれないですけど、その分やっぱりスピードがあるので、全然刈り取ってくれるというか、しっかり、守備もできる、そんな選手にはなります。総合的に考えてですね、個人的にバルベルデも使いやすい、選手の中でサイドバック起用というのは非常におすすめかなというふうに思います。で、そして第2位ですね。第2位は TOTS モーメントのジョレンテです。ジョレンテ。ジョレンテに関してもですね、やっぱり速さ。この選手が多分一番現環境の中盤の中では、速いんじゃないかな。ペース95の中盤って、多分他にはいないと思うんで、なんでその中で、やっぱり、サイドバックとして使ってもですね、足の遅さっていうのが、気にならない。そんな選手にはなりますね。ケミがちょっと難しかったりとかするのが、
まあ難点、かもしれないですけど、まあ基本的には使って損はない選手。自分もね、ケミが合えばというか、もう絶対使ってた選手にはなります。使い続けてたね、選手にはなりますし、みんな使いたいんじゃないかな。でもケミがみたいな、ことになってる人は多いんじゃないかなというふうに、思いますね。ドリブルに関してはですね、この選手ちょっと身長がね、184とか多分それぐらい180超えてたんで、めちゃくちゃ軽いっていうよりかは、まあ推進力、ぐい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 長い足で、まあ大幅な歩幅っていうのを、まあ大きな歩幅を使ってぐん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 進んでいくみたいな、そういう風なこう運び方になるかとは思いますね。なんで、なんか、細かいタッチでみたいなのは、まあ難しい選手にはなるかとは思うんですけれども、まあサイドバックとしてね、それぐらいのスピードと運ぶ力っていうのがあるっていうのは、まあ非常に素晴らしいかなというふうに思いますね。で、まあやっぱり空中戦もね、この選手はそこまで負けない。ジャンプ値はそんなにないんですけど、まあこの選手ももともと身長もあるので頑張ってはくれる、選手にはなりますね。個人的にやっぱりシェイプシフターズが始まってくる前まではですね、もう圧倒的、個人的には1位に、なってたので、まあ今の、現環境でも全然余裕で通用する。なんならめっちゃ強い、そんなサイドバック起用の選手にはなりますね。で、そして第1位です。第1位はシェイプシフターズのミリンコビッチ・サビッチです。ミリンコビッチ・サビッチ。まあこの選手2メーターのですね、キーパーの選手が中盤に、CM に変更をされたカードになります。基本的にね、ランキングの動画っていうのは SBC の選手は入れないようには、してます。やっぱりみんなが使えないといけないので、基本的には市場で買うことができる選手っていうので、まあちょっと暗黙の了解的な感じで選んでるんですけど、ミリンコビッチ・サビッチに関しては、多分もう、おそらくもうほとんどの人が作ってるんじゃないかなという風にも思ったんで、多分作ってる人の方が少ないだろうなという風に、思ったし、やっぱりめっちゃ強いですよね。なんで、個人的には今回このランキングに入れました。で、やっぱりサイドバック起用として1位に、なりますし、やっぱまずデカさですよね。まずデカさがありながらスピードもそれなりにあるという風な部分が素晴らしいですね。で、ドリブルに関して、この選手もちろん中盤起用もいいんですけど、中盤に軽さを求めてるっていう人からするとやっぱり合わない選手になるんですよね。だから、それこそその中盤への軽さっていう風な点でいくと、この2位、3位、4位、5位のどの選手よりもやっぱり重たいんで、中盤としてよりかはむしろちょっとサイドバックよりというか、サイドバックの方がなんかめっちゃ良さが生きるんじゃないかっていう風な感じですよね。ミリンコビッチ・サビッチはその重さがあるっていう風な部分で、人によってはうわ中盤嫌やわって思う人もいると思います。そういう方からするとサイドバックにまあ追いやるじゃないですけど、サイドバックで起用できるっていうことはめちゃくちゃ CM で使うよりかはめっちゃ輝いてくれるっていう選手になると思うんで、その中ではかなりおすすめかなっていう風に思います。で、サイドバックとして使ってもやっぱりそこの守備面、でかさ、フィジカルの強さっていうのがありながらペースも90超えてるという風な部分が個人的にはおすすめです。スピードに関してはもちろんジョレンテ、バルベルデの方が速さっていうのは感じますし、彼らの方がもちろん身長は小さいので、そのスピード面、置いていかれなさっていうのは感じるんですけど、やっぱりそういうのも込みでミリンコビッチ・サビッチは総合的に多分1位だというふうに思ったので、まあ空中戦とかは絶対負けないですね。やし、パスも上手くて出せるしっていう風な感じで、まあどこでも使えるんですけれども、中盤として使うんだったらちょっと重さが気になる方っていうのは少なからずおられると思うので、サイドバックとして起用するという風な上では一番おすすめ、っていう風な形にはなるのかな。かつ、サイドバック起用してもめちゃくちゃ強いという風なことで、まあ本当に全ての要素を考えて、まあ1位じゃないかなっていう風には思いました。まあっていう感じで、これが現環境のサイドバック起用おすすめのランキングになってます。まあもしサイドバックに誰を動かそうかって考えてる方は、まあぜひちょっと参考にしていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。
Maybe I should've known